Здравствуйте! ロスピックチャンネルのダリアとすみれです。日本で近くて遠い国と言われるロシアですが、ロシアの生活にどうやって慣れたのかとすみれちゃんに聞いてみましょうか。モスクワにどのぐらい住んでいますか？もう4年ぐらいになります。ロシア語は何年間ぐらい勉強していますか？私はモスクワに音楽で留学をしたので、音楽院で3年間勉強しました。それからはロシア人たちと暮らして勉強しました。というのは日本でロシア語はまだ勉強し始めてないですか？キリル文字だけは読めるようにしてました。あとアジン、ドゥバ、トリとか1、2、3は分かりました。それだけです。それだけでここで進めましたか？いや、すごく苦しかったです。一番困った体験を教えてください。この音楽院には最初はみんなこうなんですけれど、やっぱ音楽なんですよ、私たちの専門は。だからやっぱ音楽を一番一生懸命やるんですね。だから入ってから先生たちが何を言ってるかわからないし、みんな何言ってるかわからないんですよ、ロシア語だから。だけれど英語が使える人たちが多かったので、私は頑張って英語で会話しちゃったんです、1年間ぐらい。なのでそれからなかなか英語とロシア語を切り替えることができなくって、である時コンサートのツアーにロシア人たちと一緒に行った時に、なんかやっぱ英語がね全然できない人たちと行ったから、すごい間違った場所に連れてかれたり、なんかよくわからないものを渡されたり、楽譜とか。それで身の危険を感じて真剣に勉強し始めました。ロシア語の一番難しいところは何ですか？なんかロシア語の一番難しいところっていう風にネットで検索すると、いろいろ受動体とかなんかそういうの出てくるんですよ。なんかでも私はもうそれ以前に全く聞いたことない言葉が多くって、それがしんどかったです。やっぱ日本ってカタカナ語がいっぱいあるから、英語の方がやっぱ習得しやすいと思うんですよね、知ってる単語が多いから。でも何もかも知らないし、もう何もかも知らないので、やっぱそれが本当にしんどかったですね。日本の懐かしいのは何でしょうか？例えばどんなことですか？温泉とかですね。でも私は日本にいた時からそんなに温泉行かなかったので、温泉は寂しくなることないんですけれど、何ですかね、何が寂しいかな。ちょっと待って、分かんないかも。いや、してすくちゃんちょっと待って、ごめん、ここカットして。何が懐かなんだろうみんな私の寂しさを思い出して失礼ですが、サングラスかけてもいいですか？もちろんですよ。どうぞ。目が青いからちょっと太陽に弱いね。ロシアの魅力は何でしょうか？ロシアの魅力、まず私は東京から来たので、いや本当に土地が広くて綺麗に感じます。なんか土地が広くて人が少ないように見えてしまうんですね、私はモスクワでさえも。でいっぱい公園とか緑もあって、いや本当に綺麗なところだなって、首都とは思えないぐらい綺麗ですね。ありがとうございます。いや本当に思います。本当そう思ってます。あとトランスポルトなんだっけ、ごめんなさい。トランスポルトですか？イタリアがトランスポルト。交通の便が東京に比べるとすごい便利ですね。
なんか東京にいた時は人身事故とかが多すぎて、あとやれ痴漢だなんだってそういうトラブルもいっぱいあったんですけど、だから1本ね電車を乗り過ごしちゃうともうすごいイライラしちゃってたんですよ。でもモスクワのメトロはもう2分に1本来るんで、乗り過ごしてもなんかまた待ってればいいやっておおらかになりましたし、満員電車も全然東京のレベルじゃないんですごく暮らしやすいです。なんかバスもいっぱいあるし。ロシアの生活に早くなれましたか？私はなんかそんなに神経質な方じゃないので、正直ロシアに来てから7回ぐらい引っ越しをしてるんですよ。でその度に多いですよね。しんどかったです。でもなんかその度にいろんな人とシェアハウスをしたりしてたんですけど、やっぱ勉強するっていう目的があったので結構私は住めました。じゃあもうそろそろ終わりますが、ここロシアに住みたい日本人の方に何か助言とかありますか？ロシアって言ってもねすごい広いので、私はモスクワにしか住んでないのでモスクワのことしか言えないんですけれど、モスクワは多分思ってる以上にだいぶ進んでいてとても住みやすい街です。ただもちろん外国人が住むにあたって書類のやり取りは、これは本当に大変です。ビザも。でもそういう事務的なやり取りを除けばもうスーパーマーケットもいっぱいありますし、なんか物価は安いしすごい住みやすいところだと思います。光熱費ももうただみたいに安いので、そういうのはおすすめですね。